私たちタビオが目指しているのは第二の皮膚のような靴下です。素材にこだわり、機械にこだわり、品質を追求するのはお客様に喜んでいただくためです。靴下の編み方は人の手で行う編み物と同じ原理で機械を動かします。その編み方は丸編みと呼ばれ、筒状に編まれていきます。靴下を編む機械にはシリンダーが1つのものと2つのものがあり、履き心地を追求したタビオの多くの靴下はダブルシリンダーを使用しています。ダブルシリンダーはリブ編みができ、その靴下はフィット感がよく履き心地に優れています。靴下は一つずつ編まれて出てくるのではなく、一本の長い筒状に編まれます。タビオの靴下は履き心地を最優先しており、日本に数少ないダブルシリンダー機の使用にこだわっています。技術の習得に長い時間が必要で、整備や調整を毎日機械の調子を見ながら絶えず行わなければならないデリケートな編み機です。タビオで使用する綿糸は靴下の風合いを重視し、毛足が長く均一性の取れたコーマ糸などを使用しています。糸を染める染色についても有害物質の不使用に関する厳しい自社基準を設け、管理を徹底しています。糸は糸道と呼ばれるガイドで導かれ、円筒状の機械の中へ入ります。これはシリンダーと呼ばれ、ダブルシリンダー機は上下に2つのシリンダーで成り立っています。この編み機では1周176本の針が上下のシリンダーの間を動き、靴下の生地を編み立てていきます。リブ編みの靴下はこのダブルシリンダー機でのみ編むことができます。つま先やかかと部分の編み立てでは、シリンダーは正回転逆回転の往復回転をします。この往復回転にかけるコース数を増やすことで、かかとをしっかりと包み込み、ずれにくい靴下になります。こうして編まれた靴下は回転しながら下のタンク内に溜められます。一本の長い筒状の生地を取り出し、これから多くの人の手によって靴下へ作り上げていきます。まず一本につながった生地を一つ一つに分けていく作業を行います。靴下のゴム口とつま先部分で分かれます。この時はまだつま先部分は開いた状態です。タビオ協力工場の一社である西野靴下さんの靴下の編み立てにおけるこだわりを聞いてみました。ここはタビオの協力工場でダブルシリンダーでの編み立てを行っております。こちらがシングルシリンダー機で編まれた生地です。でこちらがダブルシリンダー機で編まれた生地です。この伸びの違いがフィット感の違いに出てきます。こちらがシングルシリンダー機で編まれた生地です。足底、レグの部分、ゴムの部分、同じ編み方で構成されているために履き心地を追求したものづくりができません。これがダブルシリンダー機で編まれた生地です。足底、レグ、ゴムの部分を別々に調整して編み立てを行っております。それぞれ調整することによって生地面、フィット感にこだわった靴下ができます。シングルシリンダー機では、同じ機種、同じ素材を使って、ボタン一つで、同じものを作れるんですけども、ダブルシリンダー機では、同じ機種、同じ素材を使っても各工場の職人さんの練度やセンスによってできてくる部分が違います。
西野さんこだわりのフィット感や見た目の美しさを追求するために機械の内部を自身で改造されています。機械の改造だけでなく、日々の調整と確認、検品を念入りに行っています。靴下のつま先部分を縫い合わせることをリンキングと言います。近年編み立て時に機械が自動で行うものもありますが、タビオではハンドリンキングを行っています。ハンドリンキングでは縫い合わせる箇所を一目一目針に刺していきます。機械式に比べると3倍から4倍生産効率が落ちますが、履き心地の良い靴下にするためハンドリンキングにこだわっています。一番は、履いた時の、履き心地であったり、つま先のところのゴロつきがないように、履いた時に違和感がないようにするために、ハンドリンキングを採用していると。オーバーミシンみたいな形で縫うやつもあるんで、それはどうしてもゴロつきが出るんで、このハンドリンキングするとつま先の部分がフラットになるんで、ということで、ハンドリンキングを採用している。やっぱりその一目一目目さしていかないとダメだっていうところと、折り返して合わせないといけないっていうところが一番難しいところが、大体でも普通、ちょっとさせるようになるっていうので、やっぱり1年ぐらいはかかるんちゃうんかなとは、仕事になるレベルに行くまではやっぱそれぐらいはかかるかな。傷みチェック工程では靴下に不具合がないか検品を行います。LED ライトを使用することで作業性を向上させています。靴下のつま先だとかかかとだとか傷がないかチェックしてます。よそは多分板に通して見られてると思うんですけど、光を通すことによってもう本当に見やすく傷が分かりやすく出ます。セット工程では靴下を足型に入れ、蒸気をかけてセットし乾燥することで成形しています。靴下の素材や季節によって蒸気の圧力や乾燥時間を調整しています。靴下の型に入れ筋を合わせて入れて、で一旦蒸気で圧力をかけて、で出てきたところを乾燥100度ぐらいの温風で乾かして、こういう状態になります。見た目きれいに上げることですね。こう筋をまっすぐ、あと寸法もきれいに合わせて、子供用やったらちっちゃく、大人やったら大きい靴下。やっぱ綿とか、毛とかの品もあるんで、やっぱりそれによって圧力温度変えたり、あと季節によっては、若干ですけどそういう温度とか圧力を変えたりはしています。靴下は左右合わせて一足です。ペアを作っていく作業も人の手によって行います。同時に靴下の検品も再度行います。穴が開いてないかとか、長さがちゃんと揃っているか、そういうところ気をつけてます。全体、靴下全体を目でずっと追って見てます。この工程ではペアになった靴下にタグをつけていきます。その後、つま先を留めます。靴下のさまざまな製造工程の中で、製造後にチェックは何度もしているんですけれども、紳士物、婦人物、または、ショートソックス、ハイソックスと、大きさが異なりますので、お客様の元に行くまでにですね、型崩れ残さないようにアイテムによって箱に分けてですね、入れて、出荷させてもらっております。タビオでは社内に検査研究機関を設けています。JIS規格以上に厳しいタビオ基準を独自で設定しており、すべての商品はこの基準をクリアしなければ決してお店に並びません。
一般的なアパレルさん、お洋服屋さんとかの合格基準よりワンランク上の合格基準を設定しています。まずはスピード感ですね。預かってすぐに検査にかかれるというところと、一般的に検査機関に出しますと結果数値しか返ってきません。でそこがタビオではもう靴下っていうものを考えながら検査をしながらですね。であるいは場合によっては検査にアレンジを加えたりとか、そういうことが自由にできるので非常にメリットがあると思います。タビオはショップが全部直結してますので、店頭に来られたお客さんの声が全てダイレクトに我々の方に届きますし、その品物を全部我々チェックできますので、こういう場合はちょっと危険だなとか、以後はこういう企画は避けようとか、具体的には足底によく柄が入って見た目は可愛いんですけど強度がやっぱり少し落ちる場合もあるので、タビオの場合はできるだけ足底は柄を消して企画したりとか、そういうふうにつなげていってます。タビオの特徴としては着用試験っていうのをやってまして、社員が1日そのサンプルを履きまして、もうご家庭のお洗濯と同じように、縦型洗濯機ともう片足はドラム式洗濯機で乾燥までやってみて、その状態をチェックしています。新商品は検査室の基準をクリアしても最後に必ず通る難関があります。越智会長による最終チェックです。どれだけ商品化が進んでいてもここで合格をもらえなければお店に並ぶことはありません。なんで叩くか分かってるか、最後にしか取られてる。釘下に気合を入れると、はい、よっしゃ。越智会長のこの靴下に対する思いは社長をはじめ全社員へ脈々と受け継がれています。いろいろ経験してきていろんなことが分かってくるっていうような感じですね。見た感じ綺麗だなと思ったらやっぱりこう手に取って見てもらえると思うんで、そこは気につけてやってます。第一はお客さんがお買い上げになって履かれてがっかりしないっていうのはもう第一です。お客さんがね履いてて気持ちいいとか違和感がないとか言ってくれるのが一番嬉しいかなところですね。それはやっぱり見てよし履いてよしやと、一回足通してもうたら分かると思います。各協力工場で編み立てられた靴下は物流センターであるタビオ奈良へ集約され、お客様やお店からのオーダーに対し1足ずつピックアップして出荷されます。タビオネットワークシステムを活用し、店頭のリアルタイムの販売情報を工場、物流、本部が運命共同体として共有することでお客様のニーズに機敏に対応しています。ありがとうございました。